やさす、アテナイの皆さん、今回も日本語教育業界の大枠についてお話ししていこうと思うんですけども、前回の積み残しですね、公認日本語教師資格のお話をしていこうと思います。で、そもそもなんですけども、現行の日本語教師の資格というのが、民間資格で3つの要件のうち、どれか1つを満たせばいいというものなんですね。で、これ過去動画でも話しているので、リンクは挟もうと思うんですけども、一つが大学で主専攻もしくは副専攻で日本語教育学を収める。で、2点目が民間の420時間の養成講座を修了する。で、3点目が10月の日本語教育能力検定試験に合格する。このどれか1つを満たせばいいわけです。で、そこから新しい資格で公的資格になるという話が数年前からありまして、2019年の6月から話を始めたいと思うんですが、日本語教育推進法という法律が成立しました。で、その中で日本語教師の資格について、議論を進めましょうというところで、そこから大きな動きが始まりました。で、いろいろ文化庁なんか中心に案を作って、そこにパブリックコメントなんかを受けるという流れがずっと続いてきたんですね。で、そして去年、2020年の6月に、この日本語教育推進法が閣議決定されました。ますます効力を持ったわけですね。で、あとはもう今年の通常国会で法案が出されて、それが成立すれば、いつどのようにっていうのが確定するというところまで来てたんですが、はい。これが去年の10月でしたね。はい。日本語教育推進議員連盟という、そういう組織があるんですけども、そこが、総会を開きまして、待ったをかけました。事実上、その空転というか、白紙に戻ったと言っていいと思います。で、その批判の内容は2つなんですけども、1つは、はい、そもそも日本語教師を国家資格にする必要性があるのかという批判です。はい。で、これ例えば、弁護士さんとかお医者さんであれば、必要性って説明しやすいですよね。で、それを明文化して法律にしないといけないので、はい。そこで批判が一つありました。で、もう一つの方はと言いますと、はい。日本語教師の定義が曖昧ということです。はい。つまり、その日本語学校で働く先生、専門学校、大学で働く先生、あとプライベートでレッスンをする先生、で、あとは、ボランティア教室なんかで教える先生、本当に多岐にわたるんですよね。で、そのどこまでを国家資格の範囲にするのかっていうのが、この定義づけが難しいというのが2つ目の批判です。で、他にもいろいろ意見は出たんですが、これ私は正しいと思います。批判の内容自体は正しいと思うんですが、なぜ今言うのということなんですよね。もっと最初の案を練る段階で言ってくれたら反映させることができたのに、ほぼ、形が決まった時にそれを言うのは遅いでしょっていうところなんですが、もうこれはね、どうこう言っても仕方ありませんので、事実上、私の予想も含めて、今年、いろんな情報が出て、いろいろ混乱するとは思うんですけども、何も決まらない、何も進まないっていうのが、今年起こることだと思います。で、そんな中でですね、これあくまで私の個人的な提案なんですけども、日本語教師の資格はどうなるのが一番いいかということで、試案があります。で、それは、教員免許の一つとして、日本語科という教員免許を設けるという考え方です。で、これは中学校、高校の教員免許に理科とか社会科とか英語科とかありますよね。はい、その並びで日本語科っていうのを作るのがいいと思います。で、例えば、日本語が母語の人に教えたいっていうんであれば、国語科の教員免許を取ればいいわけですね。で、日本語が母語じゃない人に教えたかったら、日本語科の、教員免許を取って、採用試験なんか受けて、公立の学校とかで教えるといいと思います。で、そうすることによって、一般教養も他の教師と一緒のものを勉強できますし、あとは、介護等体験だったりとか、採用試験だったりとか、その教師に必要なプロセスなんかも全て踏めますので、それがいいんじゃないかと。で、その資格を使って民間で働いてもいいし、民間でそれと同等の資格を作る場合は、その大元の、教員免許の要件を
満たすものというか、そういう形で合わせて作っていくのがいいんじゃないかなと私は個人的には思っています。そういう形で、今回は公認日本語教師のお話をしましたが、またもし情報があれば、この番組内でもいろいろ情報を出していこうと思います。それでは今日はこのぐらいで失礼しようと思います。アディオ。